やばいよ、こんな時に運次第で良くも悪くも人生が180度変わる。よくここで損切りする判断したね。ここで一つ重要なことがわかるよ。それは教科書には決して書かれることはないオプショントレードの真実を話そう。レモンレポートは日経225オプション専業トレーダーの視点からオプション取引で稼ぐため負けないために必要な正しい知識のあれこれを紹介していくよ。今日は実弾トレードの反省会シリーズ。良いところは参考に、悪いところは反面教師にしてね。質問や動画のリクエストがあればどんどんコメントしてね。今回は先物の反落と上げの全盛りのハゲ落ちを見込んでガンマベガショートのフルヘッジグルシンセティックを組んだものの、予想に反して高値引けの状況となり急遽一部を損切り、グリークスをガンマベガショートからガンマベガロングに反転させたというレポート。先物も IV も逆に言ったってこと？ダメじゃん。レモンは曲がり屋だからな。でも初動のミスからスプレッドを回復させるカバーの仕方は参考になるね。それではオプショントレードの現場の様子を詳しく見ていこう。2023年5月18日木曜日12時40分、東京市場の5場がオープン。まずここ最近の先物冷やしチャートから。3万円の大台に乗せてきてるね。そうだね、強い上昇トレンドが継続中の先物。このトレンドが生きているうちは繰り返しバカの一つ覚えでフルヘッジグルシンセティックを回転させていこうかな。最近こればっかりだもんね。それではフルヘッジグルシンセティックソセージの詳細を見てみよう。ポジション構成はミニ売りとプット売りとコール買いだよ。縦玉はこんな感じ。ミニ先物がマイナス2枚、プット28000が51円でマイナス3枚、コール33000が25円でプラス2枚だね。先物の反落と IV のハゲを意識してデルタはビロング、ガンマとベガはショートに調整。ショートスプレッドのフルヘッジブルシンセティックだね。そうだね、スマイルキャッチャーの縦玉シート。フルヘッジグルシンセティックはプット売り玉とコール買い玉の枚数を調整することでロングスプレッドにもショートスプレッドにもなるよ。今回はショートスプレッドといってもグリークスはほとんどフラットだよ。じゃみやび、グリークスの読み上げと説明を願い。おっと急にぶっこんできたな。デルタはプラス 0.09、 ガンマはマイナス 0.01、 セータはプラス 8.48、 ベガはマイナス 13.8、 デルタはプラス 0.09 だからほぼミニ買い1枚分のロング、ガンマはマイナス 0.01 だからほとんどゼロ、ニュートラルだね。セータはプラス 8.48 だから日当プラス8480円、ベガはマイナス 13.8 だから IV が 1% 盛るごとに評価損がマイナス13800円、逆にハゲるとプラス13800円ずつ加算だね。なんだ、ちゃんと勉強しててつまんないな。おいそこの猫。でもこの4つのグリークスを理解して管理できるようになればもうオプションを怖がる必要はないよ。そうかな。グリークスを理解するということはオプション特性を知るということさ。それはオプションが持つ優位性のことであり、弱点と表裏一体の関係、優位性と弱点を理解している人は強い。そうやすやすとはやられないだろう。あとはスマイルキャッチャーなどでシミュレーショントレードを繰り返して相場の変化とグリークスの変化を感覚的にリンクさせていけばどんどん上達していくと思うよ。グリークスはやっぱ重要か。むしろオプション取引はグリークス管理、それと相場経験だけだよ。でもグリークスとかシミュレーショントレードとかつまらないから多くの人はすっ飛ばして先に行っちゃうんだよね。だから行くんだよ。どこで何に打たれたかもわからないうちにね。じゃあ先に進もうか。このポジションのペイオフダイアグラムの強域と広域、デルタがミニ1枚分ロングになってるからわずかに右肩上がりだね。でもグリークスはほぼフラットなので直線的でおとなしく見えるね。今のところはなんか意味深。あ、そうだ、このスプレッド大暴落に巻き込まれると助からない即ポジションだから気をつけて。さっきグリークスが管理できればそうやすやすとはやられないって言ってたけどそれでもダメ。ああ、場が開いてみたらストップ安に張り付き対応する間もなくこんな状況になったらどうしようもないよ。オプションに限った話ではないけどいつかは起きるという意味では予測可能だけどそれがいつ起きるかはわからない。こういった事象に巻き込まれるか否か、これは運だよ。そんなの必ずプッと買っておくしかないじゃん。運次第で良くも悪くも人生が180度変わる。じゃあ必ずプットを買っておけばいいじゃんという話でもない。時にはプットを売らなければならない時もある。食っていくためにはね。
相場の取り組み方や姿勢や熱量は人それぞれだから、ここら辺のバランス感覚も人それぞれさ。相場の人は不確実性の中で各々の立場でみんなそうしてしのいでる。リスクとリターンを両にらみして自分なりの均衡点を見つけることだね、みやび。そうだよね。ちょっと真剣に考えないといけないところだね。じゃ、話が脱線したから戻るよ。グリークスチャート。それぞれデルタ、ガンマ、セータ、ベガだよ。これもおとなしいね。今のところはスマイルカーブ。スマイルカーブはこのチャンネルのライブ配信で確認できるよ。前日線も現値線も上げの全盛りだね。いつまで続くのかな。一概には言えないけど、上げの全盛りが継続する目安はあるよ。実は今回のトレードもその上げの全盛りの賞味期限を狙ったんだ。ああ、エモンポストしてるね。上げの全盛り3日目。この時間の先物はプラス450円、 IV は ATM で 15% まで上昇。大体のケースで上げの全盛りは3日目で終わるので覚えておくと良いよ。でも必ずそうなるとは限らないよ。 OP レベル上げ。14時55分。さて、間もなく大引けで、いやいや、これはあかんやつが確実に来てる。まさかの高値引けになりそうだ。そろそろ売りとか絶対 NG のやつ。やばいよ。ザラバオープンからスマイルカーブを超倍速で見てみようか。こんな時にショートスプレッドを持っている場合じゃない。スマイルカーブも上げの全盛りが拡大。エリスチャートの上昇角度。こんな時にショートスプレッド持ってたらたまんないよ。ということで、ホールド中のフルヘッジグルシンセティックのガンマショート、セータロング、ベガショートのグリークスを反転調整しよう。プット売り玉を3枚から2枚損切りして落とし1枚に、コール買い玉を2枚から2枚増し玉して4枚に、デルタビロングは維持。これでグリークスの符号が入れ替わったよ。スマイルキャッチャーの縦玉シート、スプレッドソセージと反転調整後のグリークスを比較してみよう。ほんとだ。プットとコールの枚数調整でグリークスの符号が逆転した。こんな感じでシンセティックは取り回しがとても楽だよ。フルヘッジグルシンセティックはプロテクティブコールとカバードプットの合成スプレッドだったよね。プット売り玉とコール買い玉の比重でプロテクティブコールに寄せるかカバードプットに寄せるかってことさ。でもよくここで損切りする判断したね。恐怖だよ。恐怖。そう、恐怖。恐怖は役に立つ。マーケットにイフの念を抱いたら、それは今抱えているポジションには何かしらの問題があるということさ。動画ではあまり緊張感は伝わらないかもしれないけど、先物がじわじわと上昇し IV の上昇も止まらない。これは静かに緊急事態が進行中だと、全てのオプショントレーダーは気がつかなければならないよ。先物が30年ぶりの高値水準での高値引けだからね。それでいて ATM の IV が 16% と低水準。この状況でベガショートを抱えてるなんて恐怖でしかないよ。5倍寄りの時点ではこうなると思ってなかった。相場を読み間違えたよ。甘かったね。オプ色ギルドじゃ一番の逆指標だもんね。相場の上昇が止まらないなら上げの全盛りも継続するので、ガンマショートベガショートのポジションでは IV の上昇に踏み上げられてしまうよ。先物が上昇してるのにプット売りが損切りになるほどの盛り方だもんね。だからこの状況はまずいと思って土転したんだ。オプション取引でも土転とか言うんだ。オプション取引はボラティリティの取引なので、オプションでロングというとベガロングのこと、ショートはベガショートのことだよ。スプレッドのベガをショートからロングに持ち替えたので土転だよ。ペイオフダイアグラムの強域と広域、あれ、さっきと変わってないね。またソセージとゲンネで比較してみようか。画像が小さくなってごめんね。そうだね、ペイオフダイアグラム上では大きな違いはないね。コール山の斜面がきつくなってプット谷の傾斜が緩くなったくらいかな。グリークスチャート、これも比較で見てみよう。違いがわからない。わからない。交点が水平のゼロラインから上か下かってだけさ。よく見ればソセージとゲンネではデルタ以外のグリークスは反転してるだろ。情報量が多すぎるからスクリーンショット撮って後でゆっくり見るよ。そうだね。じゃあ先に進もうか。あ、エモンまたポストしてる。上げの全盛りは3日目でだいたい賞味期限は切れるけど、これは平時のお話。明日以降や来週もまだ上げの全盛り継続なら、すでに大相場の渦中にいるかもという会議から確信に考えを変えていかないといけないよ。平時でないならスマイルカーブの動きも変わり、ポジションの取り方も変わってくるよ。 OP レベル上げ。今回の確定損益と合計損益。
時30分欧州市場午前。先ほどナイトセッションがスタート。この時間の先物はすでにプラス300円コール全力スタートダッシュのプラス 4% 超無理からのカックンとビハゲホールド中のフルヘッジブルシンセティックにがっつり評価益が乗った。評価益プラス25万4000円って突然どうなってんの？さっき大引け時点でマイナスだったじゃん。驚くよね。これがまさかのザラバ高値引けに焦ってベガショートからベガロングに土転した理由だよ。スマイルカーブを見てみようか。上げの全盛りになってるけど注目は FOTM コール。 FOTM にかけてカーブが跳ね上がってない？スマイルカーブ上に縦玉の位置がプロットされているよ。ファーアウトオブザマネーの C3 万3000のところにプラス2枚が2つ。そうそう、5番オープンに初段のプラス2枚と大引けにおかわりプラス2枚だね。じゃあこのコール開玉の IV がどのくらい持ったのか見てみよう。上の方の前日比のスマイルカーブの部分だよ。プラス 3.94% とプラス 4.90%。そうだね。ではこの値を使っていつものベガ益を計算してみよう。スマイルキャッチャーの縦玉シートのベガ値はプラス 32.58 だね。ベガ損益の計算はベガ値 ×IV 変化幅だから1つ目が 32.58×3.94 でイコール 128.37。 2つ目が 32.58×4.90 でイコール 159.64。 ガンマ域やセータゾンが影響してピタリ一致とはならないけどだいたい一緒だね。ここで一つ重要なことがわかるよ。それは先物はプラス300円上昇してきたわけだけどデルタの影響よりベガの影響の方がはるかに大きいということだよ。まさにオプション取引はボラティリティの取引だね。教科書通りのスプレッドを組んでもうまくいかない理由もここにあるね。教科書は大抵ベガを無視してデルタだけでオプションを解説するからね。ペイオフダイアグラムの強域と広域大引け時とゲンネで比較してみよう。ゲンネの方はコール山の標高が随分高くなってるよ。上げの全盛りの影響でそもそもの土台が隆起したね。グリークスチャートこれも比較で見てみよう。それでは評価益ががっつり乗ったフルヘッジブルシンセティックはここで一旦返済注文を入れてポジションをリセットしよう。30分後の18時ちょうど全返済完了。わずか6時間ほどの短期トレードでとても良い結果となったと思う。また次のチャンスを狙っていこう。ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうって。このポン酢も垂らしてみな。ポン酢？お嬢ちゃんは何も知らないんだな。初めて田舎から出てきたもんで。ポン酢ってのはな、南蛮トライのソースに酢を混ぜてだな。南蛮トライ？まあいいからとにかく垂らして食ってみな。これマジで美味しいよ。いつが探してるから戻るよ。そいじゃまた。